皆さんこんばんは。2回目の動画がやってまいりました。本日の動画は韓国グルメインソウルです。まず食に関してすごく伝えたいことがあるんですけど、皆さん心して聞いてくださいね。食べ物を食べるとき美味しいだけで選ばないでくださいということです。やはり体は食べたもので作られてますし、体の健康があってこそ心にも余裕ができて、何事もポジティブな気持ちで楽しめると思うんですね。食べ物次第で食べた後体が元気になる場合もあれば、体が不調になる場合もありますよね。例えば二日酔いの状態やったり、胸焼けしてる状態やったり、食中毒の状態やったり、下痢の状態やったりですね、そんな経験されたことある人多くないですか？そういう時って美味しくて幸せっていう気持ちがいずこえっていう状態になりますよね。聞こえてきました。でも美味しいもんは食べたいもん、体に優しくなくても好きなもんは好きやからしゃあないやんっていう声めっちゃ聞こえてきました。もう私はもうずっとそういう気持ちで食べたいものを食べたいだけ食べる生活をしてた時もあります。私の動画で紹介する食事は美味しいのは当たり前で、体に優しめなものっていうのを掲げてお送りしていくので安心してください。で、今回はせっかく韓国に来たし、韓国ならではなもの、食で韓国満喫をさせてよと思うので、絶対最後まで見ていってくださいね。韓国に興味なくてこのチャンネルを変えようとしてるそこのあなた、韓国グルメを見てしもたら韓国に行きたい欲がどんどん増していくはずです。って感じでやっていきます。よろしくお願いします。前回お話ししたネイバーマップを使う時がここで来たので、皆さんダウンロードまだの人は先にしてくださいね。ぜひ紹介したお店はネイバーマップのページで検索してピン止めしといて、ソウル旅行の際は絶対に行ってください。今回はご飯系3つ、スイーツ系2つの計5個のお店を紹介します。ざっと先にお伝えしますね。こんな感じ。1つ目、牛×貝×キムチ元祖チャドルサムハプ。2つ目、芸能人も通うチヂ黒豚&絶品キムチチゲ。3つ目、無添加調味料の本格鑑定食。4つ目、グルテンフリー極太バルキートッポギ。5つ目、ビーガンで安心ジブリ風パッピースカフェ。そそりますね。では1個目から紹介していこうと思います。お店の名前はチャドルサムハプジンデガム審査店です。審査は地名なので他の店舗もあるのかなと思って調べてみたところ、ソウルを中心に今のところ多分19店舗あるチェーン店でした。なので今回私が行ったところは審査店なんですけど、それ以外にも皆さんが行きやすいところにお店があるのかなと思うので、よかったらネイバーで検索するときはジンデガムと検索してもらったら、そのいっぱい店舗が出てくるのでアクセスしやすい店舗に行かれていただければなと思います。で、このお店なんですけど、私の韓国通のお知り合いのすごく美人なお姉様方がいてはるんですけど、その方々に教えていただきました。なので美人になりたい方は真似していくべきです。真似するのが何でも近道やと思うんで行ってください。で、チャドルハギって何ぞやって思いましたよね。チャドルハギとは、チャドルは牛のあばら部分にある霜降り肉、共腹肉のことで、ハギは貝を意味するようです。で、お店の名前のチャドルサムハプジンデガムは、チャドルのところには、チャドルハギ、牛肉と貝ですね。で、サムハプはサンゴ、3つのものが合わさるっていう意味らしくて、牛肉貝、キムチとかが合わさる。で、ジンデガムは、元祖みたいな意味合ってるんかな。私頑張って調べてそうやって出てきたからさ、もし間違ってたらごめん。みんな知ってた？チャドルハギなんか私教えてもらうまで知らなかった。教えてもらえてから出会えてほんまに感謝してる。このお肉見てもらったら分かるんですけど、赤身と脂肪が相乗になってて白い部分がはっきりしてるじゃないですか。焼くとギトギトなんじゃないって思ったと思うんですけど、焼くプロがいてて、もうその焼くプロに任せておけば余分な脂身の部分はカットして出してくれます。なので安心してください。で、お肉のジューシーさにタイラギ貝っていう貝が組み合わさります。タイラギ貝とはホタテ貝科に属する大型の二枚貝で、ホタテよりも甘みと歯ごたえが強く濃厚な旨みがあるのが特徴らしいです。で、牛と貝の組み合わせなんか今まで食べたことありました？ないやんな。ない。もうこれの組み合わせが最高なんです。またプロは脂身をカットするだけじゃなくて、こうやっておけば美味しいんやでっていういろんな食べ方を提唱してくれて、どんどん納得させてくれます。メニューに記載されてた食べ方一覧リストみたいなのがあったんですけど、それをお出しするとこんな感じ。こんなにも食べ方があるね。これも勝手にプロが包んだりしてくれるから、もう任せておけば大丈夫。ほとんどですかね、酸味があるものと組み合わせるのが多かったですね。で、このおかずたちが牛と貝に組み合わせられるとすごくいい役割をしてくれるんですね。食感とさっぱり感が加わるって感じで、焼いてもらう、食べる、マシソよーっていう、そしてねーってプロに言われる。ずっとこのラリーが続きます。食べ終わるまで。おー、美味しそう。
わさびよ。わさび、あー、もう本当に美味しいんで絶対行ってほしいです。ちなみに私の相棒は貝が苦手なんですけど、どうしても私がここのお店に行きたすぎて貝を包むっていうことを秘密にしていきました。まあ貝がどうしても無理やったら貝抜いて食べてもらったらいいかなと思ってそういう感じで行ったんですね。そしたらもうびっくり仰天、もう相棒もまんまとハマりました。貝の魅力に気づくぐらいこれは美味しくて2人していっぱい食べましたね。マジで一生食べられますけど、締めのチャーハンこれそう、1個投入されました。これを食べる分のお腹は開けといてください。まあ開いてなくても勝手に開くと思う。デザートは別腹みたいな感じで、これはもう別腹みたいな感じで食べれると思う。めっちゃ美味しかった。ほんまに行ってほしい。まあヘルシー焼肉って感じやんな。お野菜とか包んで食べるから。だからおすすめです。次2つ目、お店の名前はアックジョンチェジオクと読みます。アックジョンっていうのは地名のことですね。アックジョンはサムギョプサルの激戦区で、高級黒豚や厚切りのお肉をおしゃれに楽しめる街らしいです。なんか芸能事務所とかもいろいろあるらしくて、お店に入るともう壁そこら中もう芸能人のサインだらけです。見てください、みんな知ってますよねこれ。チャウヌ、私が好きなオクテギョン、チャニョルとかさ、もう K-POP ファンの人はもう大興奮すると思うっていうぐらい、もう K-POP 知らん人も絶対知ってる人はいると思うぐらいにサインが隠れてるから、ぜひそれ見るのも楽しんでいただければなと思います。誰楽しめるかなと思います。サムギョプサル屋さんって日本でもたくさんあると思うんですけど、こちらのお店はチェジュ黒豚が食べれるお店なんですね。で部位もよくあるサムギョプサルってバラ肉じゃないですか。バラ肉だけじゃなくていろんな部位をここではいただけちゃいます。なので心やからこそ感がめっちゃありますね。で盛り合わせを頼んでみるとこんな感じで出てきます。なんかバラの形にしてくれてたり映えって感じなんですけど、本当にいろんな部位が食べれます。見てください。これは皮の部分でコッテギと呼ばれていて、コラーゲンが豊富で人気みたいです。美容にも嬉しいですね。ぜひこのコッテギっていうやつも食べてみてほしいです。私は一回食べたらいいかなって感じやったけど、でも韓国人の人はめっちゃ好きみたいだから韓国人の好き、まあ日本でいう納豆を食べてみる感じなんかな。そういう韓国ならではのコッテギぜひ食べてみてほしいです。美味しかったかお口に合わなかったかとか教えてほしい。でチェジュ黒豚は一般的な豚より香りと旨味が濃いのが特徴みたいです。ちなみに豚肉が苦手な方がいても大丈夫。ここは牛肉とかももちろん楽しめるようにメニューにあるので、ぜひ韓国に来た際は行ってみてほしいなと思います。で面白かったのがいろんなソースがあるんですけど、きな粉があって、きな粉につけて焼肉とか食べたことある？私はなかったけどみんなやってみてほしいこれ。私はきな粉につけて食べる焼肉はきな粉って感じだったから、なんかまた真似してみようとは思えへんけど初めてなのが面白かった。きな粉ってなんかスイーツのイメージすぎて食事系に合わさるきな粉は初めてやったから、みんなもよかったらここに来た時はきな粉つける焼肉やってみてほしい。でここもプロフェッショナルが焼いてくれる。でキムチチゲは絶対に頼んでほしい。ここのキムチチゲ私本当に大好きになって、なんでかって言ったら他のキムチチゲよりもコクがある感じでした。なんかよくあるのがさ、具ちょっとだけで食べ終わっても残り汁みたいな。ここは本当に濃厚で、もうここにご飯を入れて食べたいぐらい美味しかった。このキムチチゲをなんで頼もうかと思ったわけなんですけど、ランチタイムに行ったんですけど、その時に隣の席に4人組の会社員の方がランチされてて、でその方何頼んでんのやろうって見たら、キムチチゲとビビンバのセットかな、定食みたいなのが多分あるんやけど、それをみんな頼んでてめっちゃ美味しかったんですね、それが。なので絶対キムチチゲを頼もうと思って頼みました。みんなも行く時はキムチチゲも頼んでください。はい、次3個目。お店の名前はイルサンタムミソンス店です。でソンスっていうのは地名で、これも
多分漢字は生に水が正しいんですけど、ネイバーではちょっと日本語検索だと誤変換されて、なんか生に寿の漢字じゃないと出てこなかったから、寿で検索してみたら出ると思います。でここはシム・ヨンスン先生のノウハウや理念を受け継ぐお店でして、シム・ヨンスン先生って誰って思ったと思うんですけど、お伝えしたくて調べたんですけど、この人は料理研究家で、韓国の伝統的な家庭料理を体系化し広めたことで知られているらしいです。スーパージュニアのイテクとかがやってる料理番組にも出てた。でこの人は韓国料理の王家や伝統官職の先駆者として、韓国では知らない人はいないと言われるほど高い評価を得ているらしい。そんな人のご飯食べたいやんって思って行くことになったんですね。で全ての調味料が無添加手作りでこだわってるのが特徴で、素材を大切に扱ってくれてるのが食べるとすごく伝わりました。でとっても美味しくて、もう一口を何回も咀嚼しておきたいぐらい染みた。なんかめっちゃ丁寧な感じがした。でお店の雰囲気もなんかモダンで落ち着いた感じで、こんな感じ、分かりにくいかな。もうだから綺麗めなところで丁寧な韓国料理を食べれるって感じでした。五感で味わえるって言ったらいいんかもしれない。定食にしてくれてるのが多いんで、メニュー出せるかな、こんな感じ。だから私その時一人で行ったんですけど、一人での食事としてもいろんなものがちょこまかく食べれるからすごく満足感があったのでおすすめです。で韓国料理って日本でももちろん食べれると思うんですけど、もうこのナムル一つからしてももう今まで食べてたナムルと全然違うんですよ。なんかそのイテクとやってた料理番組先生が出してたやつ見たんですけど、よくナムルってさっと湯通ししてさ絞ってさ味付けしてはい終わりとかやんか。けどこの先生はそれをまた炒めたりして、調味料でな炒めたりして、ほんまに長持ちもするし味も薄くならへんしみたいな、そういうなんかなんせ行ってみてほしい。丁寧な韓国料理が食べれます。今までの韓国料理も好きやったんですけど、こう行ったらほんまに丁寧すぎて、またここはほんまに行きたいなって思ってる。だからみんな五感で味わえる韓国料理なんでぜひ行かれてください。では次4つ目、ここからはスイーツ部門です。はい、まずお店の名前はハンヤもち屋ソンスです。でここも先ほど同様にソンスっていうところにあるんですけど、ネイバーではソンスの数寿で検索しないとなんか出てこないんで気をつけてください。でここはなんとグルテンフリートッポギのお店です。韓国の屋台とかで出てくるトッポギはコシが強く柔らかさをキープできるっていうメリットと、コストが安いメリットから小麦粉入りのトッポギが結構巷では主流なようなんですけど、ここでは米 100% 使用でもちもちで自然な甘みで消化にも比較的優しいトッポギが食べられます。なんでバルキーかってお伝えしたかっていうと、見てください、太いでしょ。初めて見たこんな太い。だからバルキーっていう表現させてもらいました。でトッポギって言ったらなんかよくイメージで出てくるのが甘辛い赤いタレについてるのが出てくるイメージやと思いますね。ここは甘辛い味付けのタレと焼きトッポギって言って焼かれたトッポギを海苔で巻いて蜂蜜につけて食べるっていう食べ方もできるみたいで、今回私は辛いもの好きなのでタレ系の方頼んでみたんですけど、もうレベチなぐらい辛かったんで気をつけてください。だから激辛が無理な人は蜂蜜つける方を頼んでみてほしいです。私も次は蜂蜜つけてみる方を頼もうと思ってるんですけど、とりあえずタレの方は結構鼻水出るぐらいの激辛やったので気をつけてください。ただ私が行った時には韓国 JK6 人組ぐらいの子がいて、その子たちで食べてるの見ると普通に激辛の方を食べてたんですね。だから韓国人の普通に食べれる辛さがその辛さなんかもしれへん。だから興味本位で頼んでみるのも面白いかもしれん。激辛とは向こうで歌ってないからさ普通なんかもしれん。ちょっと興味本位で食べてみてほしい。もう本当にもっちもちなの。もっちもち、コシがほんまにすごくて、もうもちもち好きは絶対に食べてほしい。すごく美味しかったです。最後5個目です。お店の名前はまずこちらノルディさんです。でここはビーガンかつグルテンフリーのカフェなので食事に制限ある外人さんなどにもおすすめですし、ビーガンのことに興味ない方は
普段当たり前にケーキとかさ絶対乳製品とか卵とか使われてると思うんですけど、ここでは一切使われてないから、使ってなくてもこんなに再現できるんやとか、あと食べた後の胸焼け感とかがないかったりするから、そういう体に優しいをすごく実感できるお店でもあると思うんで、ぜひ行ってみてほしい。びっくりすると思う。でお店はこんな感じです。黄色い感じの見た目で、中に入るとめちゃくちゃ可愛い。ジブリの音楽が流れてるんですね。で小物も何もかももうジブリ感があって、もうすごく可愛いです。で2024年に行った際にはパンとかもあったんですけど、今回の2025年の9月に行った際にはケーキとかき氷がメインになってました。でケーキもすっごく可愛くて、もう見とれちゃいます。センスがすごくないですか？桃とヨーグルトのケーキを食べたことあるんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。ただ絶対これ食べてみたいなのがあって、パッピンスですね。パッピンスとはかき氷のことなんですけど、日本のかき氷とは別物です。日本のかき氷って氷を削ってそこにシロップとか味付けをすると思うんですけど、韓国のかき氷とされるパッピンスは氷も牛乳とかそういうのを含ませて、それ自体を凍らして削るタイプが結構主流になっていて、氷自体がふわふわでミルキーなのが特徴です。いろんなお店でパッピンスは食べれるんですけど、ただ乳製品を使ってると、私は乳製品の遅延性アレルギー持ちなんで下痢覚悟で食べないといけなかったんですよ。けどここのお店はビーガンなので、そんな覚悟は一切しなくていいんですね。もう乳製品するとお腹が緩くなる人はぜひともここのお店でパッピンス楽しんでほしいです。で2024年の夏に初めて一人で行った時があったんですけど、その時はマンゴーのかき氷を頼んだんですけど、こちらマンゴーの果肉いっぱいやし、マンゴーシロップにあとパッションフルーツとか、とにかく美味しかった。でただサイズがね大きいんで、一人ではちょっと凍えるのを覚悟して食べてください。で今回は相棒と2人で行ったのでシハピしてちょうどいいようでした。ちなみにお味もマンゴー、桃、インジョルミってきなこ餅なんですけど、あとイチジクが行った時にはあって、桃を最初食べたんですけど、もう美味しすぎて、私の相棒もビーガンとか全然興味ないんですけどハマっちゃって、2日連続行っちゃいました、このお店に。で1日目食べた桃の方はナタデココみたいなのが乗ってたり、なんか赤いベリーとかも乗ってたりして、もう甘かったりさっぱりしたり食感も美味しかったりめっちゃ美味しいのと、で2日目イチジクの方食べたんですけど、こっちはこの氷部分は他のものもオーツミルクで作られてるんですけど、イチジクの方はミルクティー味になっていて、もうそれだけで美味しいのに、イチジクとイチジクのソースとあとグラノーラがかかっていて、もう意味わからんぐらい美味しかったです。もうほんまに美味しすぎたんで絶対に行ってほしい。でもう何もかもがドタイプで、もうこの見た目も味ももう全部がドタイプすぎて、これ作ってるお姉さんがいるんですけど、もうお姉さんのことも大好きになっちゃって、もうお姉さんのファンになったので、次ジブリグッズ持って私あなたの推し活しますねって宣言したぐらい、もう私はお姉さんのファンになってました。ちなみにこのお店は2個目で紹介したチェジュ黒豚が食べれるお店からもう徒歩圏内なんで、もうぜひぜひぜひ寄り道してほしいです。こんな感じで、以上が今回の私の美味しいのは当たり前かつ体に優しめな韓国グルメ in ソウルでした。皆さんは旅行先で何を優先しますか？美味しさ、インスタ映え、健康？今回のはどれもいけるんちゃうかなって思ったから紹介した。よかったら皆さんのおすすめの韓国グルメのお店とかもあったらぜひコメントで教えてください。こんな感じで終わります。バイバイ。